こんにちは、雄大です。DIY を始めた最初に購入し、今まで一番使ってきたブラック&デッカーのマルチツールを使うのをやめることにしました。まず、ブラック&デッカーマルチツールって何という方のために簡単に説明します。ブラック&デッカーマルチツールはバッテリー式の工具です。本体の工具の先端部分を変えるだけでドライバー、ジグソー、サンダーなど1台で5役、6役する万能の工具です。なので無駄な部分がなくコンパクトでかつバッテリー式工具で相当安い部類に入る工具です。まず大前提としてこちらのブラック&デッカーのマルチツールを使ってキャンピングカーやヘアリフォームもできたので満足はしていたのですが、パワーに物足りなさを感じてきたからです。なんで使ってたかというと理由は2つあって、こちらのバッテリー式の充電タイプなのに安いという点です。もう一つの点は一つの工具でこのドライバー、ジグソー、サンダーなどこちらの先端のアタッチメントを変えるだけでいろいろ使い方ができるからです。要約すると安くてコンパクトという理由です。ただ安いバッテリー式の工具は基本的にパワーが弱いのが多いのですが、ブラック&デッカーはそこそこ強いと思います。でもこれから僕はツリーハウスなどを作っていきたいし、生木なども加工したりすることも多いので今回は買い替えることにしました。インパクトドライバーは結構強いのですが、ジグソーや丸ノコなどはちょっとパワーが弱いのでそこも買い替える理由の一つです。マルチツールで購入したのでこちらの丸ノコも持ってるのですが、厚みがあるものが切れずほとんど使わずにコード式の丸ノコを使ってます。なのでマルチツールを買う方は丸ノコだけは別で購入した方がいいと思ってます。ただ切るのが合板だけとか薄い木材だけの場合はこちらでも十分です。刃も小さくて使いやすいので安全性も高いです。ジグソーの方も2倍材などもギリギリ切れるパワーで、細かくカーブしたりすると工具自体が熱くなって刃が抜けることもありました。ただ弱いといっても基本的にはホームセンターにある木材を使う方が多いと思うので、ここまでパワー自体問題はないかなと思います。ホームセンターにある1倍材やホワイトウッド、杉材などは柔らかい木材なのでこちらの工具だと全然十分です。今回は奮発してマキタのバッテリー式のインパクトドライバーとサンダーを購入しました。こちらがマキタのインパクトドライバーです。もうねテンションが上がる。ちなみに今回はこの TD171D、 ちなみにバッテリーも 18V で 6.0A、 バッテリーは絶対2個貼った方がいいと思います。でもう一つがこちらのバッテリーも使えるサンダーです。このマキタのバッテリー式はほんとずっと憧れだったんでめちゃくちゃ嬉しいです。いろいろこれから DIY したりしてレビューしたいと思います。でバッテリー式のジグソーも買おうかなって迷ったんですけど、マキタのこの2点だけでちょっと予算オーバーだったので我慢してジグソーだけはコード式のものを購入しました。ボッシュというメーカーでこちら7000円か8000円ぐらいです。あとプラスで2万円ぐらい払えばこちらのマキタのバッテリー式のジグソーを買うこともできたんですけど、予算的に厳しかったっていうのと、丸ノコとジグソーはコード式のものでも個人的にはいいかなと思ってるのでこれにしました。加工する場所は基本的に僕は同じことが多いのでコード式でもいいと思ってます。ただインパクトドライバーとサンダーはどんな場所で使う工具なので絶対バッテリー式の方がいいかなと思ってます。予算がない方は最初はコード式で全部集めていくっていうのも一つの手だとは思います。最終的にはこのバッテリー自体が高いのでこのマキタでいろんな工具を揃えていきたいなとは思ってます。ちょっと高いんでほんとコツコツとゆっくりと、工具は沼なのでまずは安いものからやっていくことをお勧めします。僕も奮発して買いましたけどブラック&デッカーのマルチツールで、2年ぐらいはもう使い古したんで買い替えるというか卒業という感じですね。本当に使いやすかったし安くいろんな工具を揃えていきたくてコンパクトにしたくてっていう理由だったらブラック&デッカーマルチツールはめちゃくちゃおすすめです。概要欄にリンクがあるんで詳細はそちらで見れます。